サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。ツムラファンの皆さん、お待たせしました。今回はこのツムラのオールラウンドチップ層を5段階評価していきます。このツムラのね、チップ層、以前展示会の時にね、ツムラの社員さん非常に親切だったんですよね。それでね、その時からね、この商品は知ってたんですけど、雑木でも切れるって言ってね、それから、竹でもね、もう本当に何でもスパッと切れるっていうのが売り文句なんですけど、中でもね、この雑木ですよね。なんかね、もうこう10センチぐらいの雑木をね、本当にスパッと切れるのかなっていうのがね、非常に引っかかってたんですけど、このパッケージにもあるね、本食用の目立てですよね。それからこのノコギリ用のね、アサリ研磨。この効果がどうなるのか非常に楽しみです。そしてこのチップ層はね、チップがね、52個ついてるんですよね。そしてこれですよ、この雑木でもね、スパッと切れるという、この10センチぐらいあるようなね、木ですよね。これが本当にスパッと切れるのかね、これもね、検証していきたいと思っています。このパッケージではね、竹でも切れるよっていう風になるんですけど、この雑木が切れればね、もうほぼ何でもいいんじゃないかなっていう感じがするんですけど、それでは開封を行っていきます。中は余計なものがないね、シンプルなパッケージとなっていますね。そしてね、この紫色が綺麗ですよね。そしてこの肉抜きのね、デザインといい、なんかこう加工精度の高さを感じますよね。これもね、津村さんの技術の一つなのかなというふうにね、感じています。この津村さんのね、角鳩印ジュニア。どんな意味なのかね、もしご存知の方いたらね、教えていただけたら、非常に嬉しいなというふうに思います。そして実企画もね、しっかり取れてますよね。さすがメイドインジャパン。近づくとね、この紫色の塗装がね、こうキラキラ光ってね、非常に綺麗ですよね。そしてチップが52個ついている L52 と書いてありますね。そしてここにはね、サイズが記入されています。そしてここですよ。雑木、竹、草でもこの1枚でスパッと切れる。チップ層にね、この言葉を書くということはね、津村さんのね、この商品にかける自信の表れかなというふうに思います。それではチップの保護材を外します。保護材を外しましたらね、もうこうね、手でこのチップのとこ今持ってるんですけど、手がね、切れそうな感じがしますね。これはね、今までのチップ層にはない感覚かもしれませんね。今ね、いつものようにね、叩いてるんですけど、硬いものほどね、高い音がするっていうのがね、ありますんで、叩いてはいるんですけど、チップ層に開けてあるね、穴の形がやっぱそれぞれ違いますんで、参考程度にね、聞いていただければと思います。で、曲げてみますとね、ウルトラチップ層よりね、ちょっとやわい感じがありますね。そしてこの肉抜きのデザインもね、なかなかいいですよね、これ。そして外周部のね、ショット加工もね、しっかり施されていますね。そしてさっきからね、素手で持ってるんですけど、チップもね、大きくて、そしてアサリがね、切ってあるので、こう素手で持ってるとね、手が切れてしまいそうなね、そんなチップなんですよね。パッケージにね、詳細な説明が出てましたので、改めてね、パッケージの方を見たいと思います。そしてアサリ研磨のところなんですけど、この外側もね、内側もね、アサリ研磨してあるんですよね。それですんで、上に行くに従ってね、広がってますよね、刃が。だからさっきね、素手で持ってる時にね、手が切れそうだなっていうのをね、感じたんですかね。そしてね、今までのね、チップ層と違って、このチップがね、大きく露出してますよね。もう草がね、ドーンと俺にぶつかってこいっていうようなね、そんなチップになってますよね。これは使うのがね、非常に楽しみになってきましたね。そしてその分ね、このロー付けの部分も
段差をつけてね、しっかりとね、ロー付けしてチップを固定してあるように感じます。そしてこのチップのね、埋め込み角度なんですけど、ベンチにしてるね、ウルトラチップ層と違って、こう少し立ててね、チップを埋め込んでありますね。これがね、ウルトラチップ層なんですけど、これが斜め埋め込みって言われるタイプの、チップ層ですね。草へのね、このチップの接触面はね、ツムラの方が圧倒的に大きいですよね。そして今、チップの大きさを計測してるんですけど、明らかにね、他のチップ層より、このツムラのチップはね、30% ぐらい大きいんじゃないですかね。これだけね、大きなね、チップがついていると、本当にね、スパッと切れそうなね、そんな感じがしてきますね。これはね、テストが非常に楽しみになってきました。それでは最後に重さを計測します。ちょうど 400g ですね。いや、今ね、何気なく触ったらね、本当に手が切れたのかと思いました。いやー、皆さん雑木切れちゃいましたね。さすがにね、太いんでスパッとは切れなかったんですけど、この手の角材ならね、もう簡単にスパッと切れましたね。次に鉄管なんですけど、この上にね、こう切り込みが入った部分が見ていただけると思うんですけど、チップが大きいせいか、こうね、当たった瞬間のね、衝撃が大きいんですよね。それでこう弾き飛ばされるような感じになってね、抜けてしまったんですけど、次下をカットするときにはね、慎重に少しずつカットしていったんで、切り落とすことができました。そして肝心のね、チップの欠けとかね、摩耗の方を確認していきます。今見てる感じではね、特別ね、異常はないように思いますね。あのね、太さの雑木をね、さすがにスパッとは切れなかったですけど、切れてしまったのはね、ちょっと衝撃を受けましたね。摩耗テストが終わりました。見ていただくと、こう一箇所に入っていくっていうよりは、結構広範囲にね、こう傷がついてるのが見ていただけると思います。チップがね、当たった瞬間ね、こう一撃の強さがね、強くて、結構弾かれるような感じなんですよね。それでね、こう切りくずはね、すごくね、飛び出ているのがね、ご覧いただけるんで、非常にね、一撃の強さは強いんですけど、こう弾かれてしまうんでね、次違う部分に当たってしまうようにね、感じました。ベンチにしている丸山とも違う傷跡になっているのがご覧いただけると思います。
それでは摩耗テストが終わりましたので、チップの方を確認していきます。チップのね、欠けとか、摩耗もね、特別ね、異常は見られないですね。それでは総評を行います。今ご覧いただいている角材はね、非常によく切れましたね。そしてね、パッケージにも書かれていた、雑木もね、スパッと切れないまでも、ちゃんと切ることができたのは本当に驚きました。そしてね、鉄管を切った時にもね、やっぱり一撃一撃がね、強力なんですよね。この切り口からもね、この荒々しさっていうのがね、見ていただけると思います。まあ、このパワーですからね、草なんかね、本当によく切れましたね。なんかね、こう、いつもよりね、エンジン回転を上げなくても、結構ね、こう軽く切れていくんですよね。ただ少し残念だったのは、調光チップがね、レベル1で折れてしまったので、少し柔らかいタイプのね、調光チップなのかなというふうに感じました。続いて丸山のウルトラチップ層とね、並べて比較をしていきます。まず見ていただいてね、初めて気づくのは、このチップの埋め込みの角度が違うっていうところですね。このウルトラチップ層の斜め埋め込みに対して、このツムラはね、ほぼ90度の角度でロー付けされて固定されてます。そしてこのチップ、アサリをね、しっかりつけて、剥き出しになってますんで、草をね、しっかりとカットしてくれますよね。ウルトラチップ層と比べても、草とね、接触する面積もね、ツムラの方が多いのかなというふうに思います。5.2 ミリですかね。ウルトラチップ層のようにね、石がもし当たっても次のコブで弾いてくれるっていうんじゃなくてね、もうすべて俺に当たってこいっていうようなね、男らしさを感じますよね。ウルトラチップ層の方はね、1.8 ミリと3倍ぐらいのね、違いがありますね。まあメーカーによるね、違いはあるんですけど、どちらもね、とてもよく切れるんですよね。ツムラのオールラウンドチップ層は、チップがね、52個とね、ちょっと通常のチップ層よりチップの数が多いので、チップが多いとね、それだけ草を刈ってるとき抵抗にもなってしまいますんで、草刈り機の排気量はね、25cc 以上がね、いいのかななんていうふうに感じました。今度はね、縦にしてね、比べてるんですけど、ツムラの方がね、幅がありますよね。幅があるということは、それだけね、切るときに抵抗がね、大きくなりますんで、チップの数もね、多いのと相まって、少しね、やっぱりパワーのあるマシンでの草刈りが向いてるかもしれませんね。それでは5段階評価を行います。まずは素材が4、重さが 400g で4、切れ味は5、耐久は 3.5、価格は3。価格はね、これ3200円するんですよね。合計で 19.5 点とします。そうしますと、ブラックシャークの上に入り、
ランキング3位となります。ランキング3位以上はね、もうどれもね、コーツつけがたいんですけど、唯一ね、この勝敗を分けることになったのは、やっぱり素材ですかね。それではランキングボードの移動を行います。カインズダブル版が一番下に落ちてしまいましたね。そしてブラックシャークが4位。そしてこのオールラウンドチップ層が3位となります。このツムラのウルトラチップ層、石の多いところとはね、ちょっと向かないかもしれないんですけど、力強さと切れ味を兼ね揃えたとても良いチップ層だと思いました。見た目もとてもいいですよね。皆さんのチップ層選びの参考にしていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やコメントをいただけると動画作成の励みとなります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。